こんにちは、みおりです。今回は2024年5月版のラピッドトリガーキーボードティアーリストの動画となります。評価基準は単純で、一つがラピッドトリガーの性能、デッドゾーンの有無とその長さ。二つ目が動作の安定性、この二つだけです。ラピッドトリガーキーボードの多くは、キーの押し始めと終わりの反応だけ悪くなりがちです。キーを押したり離したりしても認識されず、入力がオンオフされないデッドゾーンっていう区間があります。このデッドゾーンの影響で、例えばラピッドトリガー 0.1mm 対応機種でも、キーを一番深くまで押した状態から 0.1mm 離したところで入力はオフになりません。どれだけ離せば入力がオフになるかは機種によって相当な差があります。今回は所持しているラピッドトリガーキーボードすべてのデッドゾーンを実際に測って、その測定データをもとにランク付けをしてみました。ラピッドトリガーキーボードの中には動作が不安定な機種もいくつかあります。設定を変えると正常に動作するものに関しては、正常に動作する設定値で評価しています。ユーザー側で対策しようのない問題が起きたり、そういうものが多く報告されているものに関しては、致命的な問題だと捉えて、一律で最低ティアのアンランクにしました。では早速、アンランクから順番に見ていきます。先ほども説明したように、測定結果の良し悪しに関わらず、致命的な動作の不具合が起きたり、多く報告されているものは一旦アンランクに移動しています。次に C ティア。リアルフォースの静電容量無接点スイッチは静電気で入力を検知するので、ゆっくりとキーを押したり離したりする今回の測定方法とはちょっと相性が悪いと思います。なので体感ではこの数値よりもっと速く感じるかもしれないです。次に B ティア。トランクディアは A75 以外の2機種がここになります。次に A ティア。まず驚いたのが、この ACCO MOD007PC。発売直後はワーストレベルだったのが、ファームウェアアップデートで劇的に改善されています。現状は価格と性能とのバランスに優れた機種と言えます。エレコムの VK600A は誤作動防止というモードを搭載していて、これをオフにするとデッドゾーンが約 0.2mm 短縮されます。その代わりキーの多重入力が頻繁に起きるようになって、まともに文章が入力できなくなります。なので今映ってる誤作動防止オフで評価しています。オービタースタジオのポーラー65ネオ東京は通常版や雪エム版よりもいい測定結果が出ました。ここでのダークホース的存在となるのがこのイロックの ND75 です。格安ラピッドトリガーキーボードとして一部の層に知られてる機種なんですけど、意外にもいい測定結果が出てます。こういう 75% レイアウトで価格を重視するっていう人にとってはいい選択肢になると思います。次に S ティア。このアミロのビクトリーが意外にも上位に来ています。今映ってるのが設定値 0.2mm での測定結果となります。アクチュエーションポイントとラピッドトリガーを 0.1mm に設定すると、キーを押してないのに入力されることがあって、0.2mm に設定すると安定動作しました。基本的にこういうラピッドトリガーキーボードってデッドゾーンが記載されてないことがほとんどなんですけど、アミロはちゃんと 0.1mm と記載していてちょっと印象が良かったです。人気の UTIN60HE プラス、とてもいい測定結果が出てます。初期の頃はちらほらあった動作不良の報告もあんまり見かけなくなって、バロラントのプロシーンでも使われているので、信頼性の面ではトップティアと言えると思います。このリスト唯一の光学式スイッチ採用機、レーザーハンツマン V3 Pro なんですけど、測定機材でスイッチをそこまで押し込むときに、スイッチと筐体が多少歪んでしまったので、本来より若干悪い結果が出ている可能性があります。最後にゴッドティア。完成品の HM66 と PCB キットの HMXU、HMLUN66 が単独でゴッドティアとなりました。結果を見てもらえるとわかる通り、測定結果の数値の桁が一つ違います。最小値は 0.01mm なんですけど、0.01mm に設定すると、キーを底打ちした時に稀に入力切れが起こります。僕の2つの個体は 0.02mm に下げて使用すると安定して動作しています。こういう自分でパーツを集めて組み立てる PCB キットの場合は、
PCB とスイッチプレートの間に挟むフォームの質や厚みによって安定して動作する設定値に差が出る可能性はありますが、1キーごとにキャリブレーションする機能を搭載してるんで、大きなズレは生じないかと思います。ティアリストは以上です。個人的におすすめのラピッドトリガーキーボードを5つ紹介しておきます。まず1つ目が HM66 および HMXU、HMLUN66PCB キットです。おすすめできる理由はもうこの動画の内容の通りです。デッドゾーンがないことの恩恵は大きく、他のラピッドトリガーキーボードとの違いはすぐに体感できます。60% レイアウトながら矢印キーが詰め込まれていたり、スペースバーを3つに分割できたりする面白いキー配列も魅力の一つです。モッドタップやキルスイッチにも対応するなど、ラピッドトリガー以外の機能も充実しています。性能を重視する人におすすめです。2つ目が UTIN60HE プラス。測定結果の通り、ここまで高いパフォーマンスを出しながら、ユーザーからの動作不良の報告が少ないことを考えると、信頼性に関しては頭一つ抜けていると言わざるを得ません。プロシーンでの使用率の高さもそれを物語っていると思います。ちなみに 60% っていうサイズにこだわりがないなら、新機能が追加される UTIN80HE の発売を待ってもいいと思います。UTIN は信頼性を重視する人におすすめです。3つ目が全エイムキーボード。ガテロンやラエシャなど他社のスイッチを使わず、キーストロークたった 1.9mm の磁気ロープロファイルスイッチを自社開発。ここまでいい測定結果を出しているのはすごいと思います。これは体感の話なんですけど、ストローク量が短い方が同じ動きを再現しやすい気がします。例えばバロラントだとジグルピークがしやすいとか、操作が安定しやすい気がします。ロープロファイルという点に魅力を感じる人におすすめです。4つ目がレーザーハンツマン V3 Pro。このリストで唯一の光学式スイッチの機種です。磁気スイッチは温度や湿度みたいな周囲の環境変化による影響を受けるんですけど、光学スイッチだとそのようなことがないので安心できます。キー配列を日本語配列と英語配列から選ぶことができて、サイズ展開も豊富です。さらにこの10キーレスには新色のホワイトも追加されました。磁気キーボードがちょっと不安に感じていて、動作の安定性を重視する人におすすめです。5つ目がメレトリクスの BOOG75。ほぼカスタムキーボードに近い内部構造重視のラピッドトリガーキーボードです。とにかくキーを押した時に指に返ってくる感触が柔らかくて、音もかなりいいのが特徴です。ラピッドトリガーの性能自体も悪くなくて、割と上位に位置しています。打鍵感の良さをかなり重視していて、でもゲームの性能も妥協したくないという欲張りな人におすすめです。2024年5月版のラピッドトリガーキーボードティアリストでした。以上、みおりでした。バイバイ。